皆さんこんにちは。ケイミーのケミです。私の一番会いたい方にお会いするというこの企画、今日のゲストはなんと都議会議員の森澤恭子さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこの企画もとっても楽しみにしていたんですけど、今日森澤恭子さんをお呼びしたのが、実は以前からちょっとお話をさせていただいてた時に、議員さん、政治家さんっていうキャリアがですね、結構遠くに感じてたんですけど、恭子さんのお話を聞いてると、政治家になろうみたいな女性のキャリアとして政治家になるっていうのがやっぱり目指せる道じゃないかなっていうふうにすごく思ったんですよね。はい、嬉しいです。だからそれをやっぱり目指されてるのもあるし、あと恭子さんはやっぱり地盤看板カバンがない中でこんなに楽しそうに生き生きとされてるのを見て、今日はやっぱりみんなに政治家になろうっていうことで、一つのキャリアの選択肢として政治家ってどういうことっていうのをお伝えしたくて、お話を聞いてみたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまずですね、皆さん気になると思うんですけど、都議会議員になられる前の恭子さんはどんな人生でしたか？はい、改めまして森澤恭子です。よろしくお願いします。そうですね、私は大学を卒業した後に日本テレビで記者をやってまして、テレビの世界。そうですね、外報部、社会部、そして政治部で、その時小泉純一郎総理首相の時で、番記者というその総理について歩く記者をやっていました。でその後転職をしまして、ベンチャー企業で1年働いた後、森ビルという会社で広報をやっていました。でその後、夫の留学仕事の関係でシンガポールに行って、で戻ってきてベンチャー企業でまた2社働いて、で選挙に出るという、ざっと言うとそんな感じです。きっかけというか、政治家を目指されたきっかけってありますか？そうですね、思い返せば大学時代から女性が働き続けるとか、今でいうジェンダー平等、ジェンダーギャップみたいのにはすごく問題意識、課題意識を持っていたんですけど、そこですぐ政治家というふうに思っていたわけではなくて、普通に20代は普通に働いていて、でさっき言いましたように夫の、留学仕事の関係でシンガポール行くときに一度正社員を辞めるということになって、で戻ってきて再就職、子育てしながら再就職をしようとしたときに、保育園がなかなか見つからないとか、やっぱり仕事自体も割と柔軟に働けるというのを探すのがなかなか難しいなというところを感じ、もっともっとそういう政治の世界に子育て世代の声を反映させられたらいいんじゃないかなっていうのが感じたのがきっかけですね。そこまでを聞くと結構そう思われる方多いと思うんですよね。政治を変えていかないと、なかなか今の現代の家族像に合った生活になりにくいなっていうのは結構言われてますよね。保育園落ちたとかっていうツイッターとかも話題になったりとかしますし、でもそこからじゃあ立候補して政治家になって変えるっていうのはそうですね、結構またキューンとそうですよね、演出がと思うんですよね。で私もありますよ。日頃いろいろ変わったらいいのにとか、これは絶対反対って思うこともあるけど、そこのできると思われたのはどういう心理状況ですかね。そうですね、まず一つは本当に政治の世界に女性が少ないっていうまだ状況があって、で他にやる人がいればもちろんその人を応援するっていうのも全然私の中ではありなんですけど、少ないでやる人がまだ少ないっていうことであれば自分がやってみよう、じゃあまずは自分がやってみようって思ったのがまず大きな一つと、あとは本当友人に相談をした時に、別に失うものないんじゃないみたいな感じでチャレンジしてはちょっと挑戦してみたいと思ってるのであれば、別に今何か失う、今も別に失うものはないんですけど、その時にそう言われて、そうだよなと思って、やってみようと一歩踏み出してみたっていうのがありますね。なんかトリガーみたいなのってありましたか？最終的に、私の場合は好奇心もあって、どんな世界なんだろうってやってみようっていう思いが強く
かったという感じです。なるほどですね、はい、やっぱりその思いや情熱でこう若干こう遠くを見ていて変えたい世界とかっていうので、直近のその立候補して選挙活動をしてっていうところにはあまり視点はなくってって言ったところなんでしょうね。あと本当に、政治で記者をやっていたけれども、その選挙とかってやっぱり自分がやってみると全然違う大変なんですよね。こんないろいろ書類を書類こんなにいろいろ出さなきゃいけないんだとか、こんなところにもお金かかるんだとか、やってみて初めて分かることがあって、実はそこ細かくしてたらもしかしたら踏み出せなかったかもしれないけど、あまり知らなかったからこそ踏み出せたっていうのもあるかもしれないですね。最初にあまり知りすぎちゃってるとそうですね、それはすごく私も共感して、私もよくその、コンサルティング会社に勤めていて、コンサルティング会社を自分で立ち上げて、アパレル小売りしかももう糸から作っていくみたいな、よくできましたね、心配はなかったんですかってたまに聞かれるんですけど、やっぱりそこのなんか軸は見てなくて、もうちょっと遠い変えたい世界、挑戦する女性がやっぱり生き生き楽に華やかに活躍できるっていったところにしかやっぱり目がなかったのと、やっぱり経験してなかったから大変なことを知らなかったっていうそこはなんか良かったですよね。そうですね、なんかもう本当に一歩踏み出して見て、そこから考えるというか私の場合も割と走りながら考えるタイプで、経験して、それを糧にまた次に進むみたいな、経験してみないとわからないことはたくさんあるので、その本当一歩の勇気かなというふうには思います。素晴らしい。とは言っても今都議会議員でやられるんですけど、それまでの民間企業での経験ってやっぱり生きてますか？そうですね、すごく生きてますね。一つはいろんな世界にネットワークがあるというか、人のコネクションがあるっていうのはすごくありますし、あとは記者の仕事でいうと、その課題を掘り起こしてそれを世の中に提示するみたいなところは、今の議会活動でもその行政の課題とか、そういったところを見つけ出して、そこを質疑して提案したりっていうのは、その過程やプロセスは似てるように思いますし、あと営業もちょっとやっていたことはあるんですけど、人の話を聞いて何がお困りごとなんだろうということを聞いて、その解決策を直接的に提示できるとも限らないですけど、何が解決の道筋つけられるんだろうみたいなことをなんか提案したりとか、その話し合いの中で見つけ出していくとか、なんかそういうのっていうのはすごく近いなって思います。もう一つ政治家の方は社会からより多くの賛同を得るっていうことがないとやっぱりなれないと思うんですよね。そこの賛同の得方、京子さんはすごくやっぱ SNS を使われてご自身の意見を発信されたり、対話をされていることをシェアされたりってすごく現代的に面白いし上手だなと思うんですけど、その辺でどうして、地盤看板カバンがない中で、多くの方の賛同を得られたって分析されますか？そうですね、基本的には無理をしないというか、等身大の自分の思ってることとか、私はこう考えてるっていうことを素直に発信してるというか、そこが共感いただける部分がやっぱり大きいのかなと思うのと、あとやっぱり分かりやすい言葉でできるだけ本当にちゃんと理解してないと実は分かりやすい言葉ってなかなか発せられないんですけど、分かりやすい言葉で伝えるようにするっていうのは、それは SNS はもちろんすごくやってますけど、実は紙でも結構広報物を作って、その地域にチラシというかレポートとして配るっていうようなことも定期的にやっていて、そこもなんかいわゆるレポートみたいな文字ばっかりじゃなくて、すごく親しみやすいデザイン、そう一緒にママのデザイナーさんがいるんですけど、彼女と一緒に考えて関心を少しでも持ってもらえるような作りにしたりっていうのはすごく工夫してますね。それってでもその企業活動にすごくやっぱり似てますよね。全部そのクリスタライズと結晶化させてシンプルにしていく力とか、それをデザインを使って楽しくユニバーサルに誰が見ても分かるようにしていくって結構民間企業活動と似てますよね。マーケティング、そうです本当に。なので私はマーケティングの経験はなくて広報の経験だけですけど、でも広報もやっぱり分かりやすく伝えていくとか、その業界を知らない人でも分かるような言葉遣いをしていくとか、そういうのは身についてきたもの、あまり意識してはいなかったですけど、そういう
意識はありますね。それを伺うとやっぱりちょっとなんか私もなれるかもそうです。でも本当マーケティングとかコンサルティングとかそういう経験のある方って、あとは例えば販売をする方でも多分その相手の方のその何を求めてらっしゃるのかっていうのをすごくよく聞く、話を聞くってすごく大事なんですよね。政治のこの方は何が問題、何が課題になってるんだろうみたいなところって実はご本人も分かってないこととかってあったりして、よく聞いていくとここに問題があるんだとか、これによって解決ができるんだっていうことを話を聞いていく中で整理されていくところもあるので、そこの話を聞く力みたいな、そういうのも重要だなって思います。なるほどですね。すごくなんかエッセンスをいっぱい教えていただいた気がします。ありがとうございます。皆さんぜひ次も行っていただきたいんですけど、今度はもうちょっと京子さんのプライベートも含めて、お話伺いたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。